はい、こちらはラ・ドルチェビータです。とってもよく咲いてますね。大迫力です。先日の雨でだいぶお花が傷んだので、かなりカットしたんですけど、それでも十分なボリュームがあると思います。お花を近づけても香りは感じませんけれども、お花持ちのいいバラなんじゃないかなと思います。全体像としてはこんな感じです。この子もブーケのようですね。とっても可愛いです。はい、そしてこちらはローズコロナというバラです。川本純子先生のバラです。ものすごく背が高くなってます。で、お花は香りがないようですけれども、すごくお花持ちする子だと思います。こちらに見事なベーサルシュートが出てきてくれてました。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。冬剪定はこんなに下の方で切ったんですけれどもね、ここからこんなに伸びて咲いてます。つぼみもまだまだあります。冬剪定ここで切ったんですけれども、花子剪定はここの内目で切ってみようと思います。すぐ上のかなり伸びるみたいですので、短くカットしようかなと思います。背は高くなるようですが、しっかりと直立して自力で立ってくれてますし、横にはそんなに広がらないと思いますので、場所は取らないかもしれませんね。はい、そしてこちらはしずくちゃんです。私のハンドルネームにもいただいている国枝先生のバラです。お花を近づけると上品な感じの香りがすると思います。で、先日ご紹介したひよりとみさきちゃんと姉妹のバラだそうです。全体像としてはこんな感じで6号鉢でこじんまりと育てています。この子も元気になってくれて本当に良かったです。はい、それからこの子はディオレサンスです。とってもいい香りがしてます。ちょっとツンとくる系のブルーの香りだと思います。この子は今年初めて咲かせてみたのですが、意外とお花が早く終わっちゃうんですね。もう気づけば2つしかお花が残ってませんでした。でも今この8号鉢なんですけども、全体でも5つぐらいしかつぼみはついてくれませんでした。それからこの子は黒点病にも弱いんですかね。ちょっと開花ラッシュとかバタバタしていて
ここ3週間ぐらい、最後に薬剤散布してから3週間も経とうとしてるんですけども、黒点病が出てきてしまってました。結構葉っぱの半分ぐらい真っ黒になってたりして、かなり葉っぱをちぎりました。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。明日は必ず薬剤散布しようと思います。はい、こちらも私の大好きなパリスちゃんです。お花数は少ないですが、春バラなので大きなお花がついてくれました。この子も新緑がとっても綺麗です。それぞれに小さなつぼみがついているんですけども、これも1番花の続きなんですかね、それとも2番花がもう始まってるんですかね。お花を近づけると香りが少しわかります。全体像としてはこんな感じで8号鉢です。で、この子ももう一鉢うちにあるんですけども、もう一鉢の方がちょっと調子が悪いのか、あまり動きがない感じになってます。ちょっと様子を見ようと思います。はい、そしてこちらは私のオリジナルのバラです。2018年に交配をしたお母さんがミニのつるバラのみやびちゃんで、お父さんが名札が飛ばされちゃって、ちょっとお父さんがわからない子なんですけれども、この子も咲いてきました。全体像としてはこんな感じです。おおらかに広がって咲く子ですね。お花を近づけても香りはないようです。はい、お隣に先日ご紹介した2018年の3号、お母さんがみやびちゃんで、お父さんがエンチャンテッドイブニングの私のオリジナルのバラを持ってまいりました。3号の方が花つきは断然いいですね。お花自体はとても似ていると思います。で、3号の方は去年の経過から見るとだんだん色が変わってくると思いますので楽しみです。咲いたばかりがこのように濃い色でだんだん薄くなっていく感じです。お花持ちがとてもいいので、このまま色の変化を待とうと思います。交配を始めてまだ間もないのでよくわからないんですけれども、このお花の形はありがちな形なんですかね。でも可愛いなって思ってます。手前味噌です。すいません。はい、そしてこちらはベルサイユのバラシリーズのロザリーラ・モリエールです。可愛いですね。このお花色も大好きです。お花を近づけるとかすかにいい香りがしてます。
春のお花はやはりいつもよりも少し大きめな気がします。その代わり花数が少なめなような気がします。全体像としてはこんな感じです。とっても可愛いんですけれども、お花があっという間に終わっちゃいます。咲いて次の日にはパラパラと散ってしまいます。本日ご紹介したバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。